盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷十一です。今回のテーマは、ちょっと長いですけど、来年に向けての冬場の手入れ、冬場の手入れというとどういうことするかなんですけども、今この木結構もさもさしてます。このまんま、来年これ黒松なんで来年芽切りが控えているんですけども、このまんまほっとくと芽切りの時期にそうですね、芽数が多すぎて葉っぱも多すぎて一個一個の芽が大きくならなくて芽切りがしにくいという状態になります。それでは良くないので、じゃあ冬場にどういう手入れをするかと言いますと、この古葉もいっぱいついてるんですが、この芽数も多いんですね。芽数が多いというのは、一つの枝から今年、今が12月なんですけども、今年の夏芽切りをしたとこから今3つ出てたりとか、2つだけのとこもあるんですけど4つ出てたりとかいうとこもあります。それをだいたい基本は2つ、芽切りした後から出たたくさん出てる芽を基本は2つに減らして、1つに減らしてした方がええとこもあるんですけど、基本は2つで古葉も取る。でなおかつ来年の芽切りのためと言いますと、その古葉じゃなくて古葉もですけど本葉、今新しく芽が出たこれから先大事な葉っぱですけど、それも減らすと。もうとにかくもうこのもさもさをスカスカにすると。だったらこの鉢のこの鉢からしかもうこの水分栄養分取れないんですけども、この例えて言うなら収入に対して今支出が多すぎるんですね。だから一個一個が枯渇するんで、それを減らしてやったら一つ一つが元気になると、そういう作業をします。実際ちょっとやってみますね。このそうですね、強い芽と弱い芽を平均化さすっていうのもいりますね。混んでるとかはもう思い切って切ってやってもいいです。とにかくバランスよく減らしてやると。である程度こう枝や芽を切りながら古葉や本葉、本葉っていうんですけど、新しい芽の葉っぱを本葉と言います。それをこうやってね手でやるとね、こう上から行ったりすると葉っぱ折れちゃうんでね、気をつけて。だから葉っぱ折りたくないと、絶対折りたくないみたいなタイミング、例えば展示会の前とかね、そういう時なんかはこれピンセットもいいですね。こう葉っぱ折らないように下から古い葉を取りたい葉っぱを出してこう引っ張るとか。でこれ引っ張るとね結構ダメージがいく場合もあるので、これちょっと安物のハサミですけど、こうやってハサミでね葉っぱを切るっていうのもありです。葉っぱのその長いのを短くするんじゃなくて、いらない葉っぱだけを根元から切って取るというような、こういうやり方もいいです。結構ハサミが意外と一番いいかもしれないですね、安全面では。ただ手に比べたら作業時間はかかりますね。細かい作業になるんで。だからちょっと今は手でいきますとにかくもう先の方の葉っぱだけにしてしまいます。結構思い切っていって、たまにねいる芽を指で間違えて取ってしまっても少々は大丈夫です。また増えますから。でなるべく輪郭なんかもねちょいちょい注意しながら。
そうですね。強い芽、強い芽、大きい芽というかね、強い芽には葉っぱをあんまり残さずに、少なめに、強い芽には葉っぱ少なめにしてやって、弱い芽には葉っぱ多めに置いてやっとくと、なお平均化される場合がありますね。結構この芽の場所も剪定にとっては大事なんですけど、その芽の強弱というか平均化も大事なので、そういうのも注意しながら、単にこの古葉や芽数を減らして来年元気にというだけじゃなくて、芽の強い弱いも気にしながらやるとなおいい状態にできます。こういう作業するとき、結構慣れてない方はあっちこっちこうこっちやったりあっちやったりっていう場合がちょいちょい見受けられるんですけども、なるべく螺旋状に一個ずつ、もう全ての目にこうちゃんと目を通してやって、しっかり確認して次々と螺旋状に降りていくような感じの方が作業のし忘れとかもないですし、確実な作業がしやすいですね。目の平均化とか葉っぱの付け方でね、ある程度操作ができると言いましたけど、ここでも弱すぎる目とか強すぎる目があったら、それを優先的に取ってやるっていうのもいいですね。そうですね、どの作業にしても常に輪郭と等間隔とこの平均化はもうどの作業してる時でも常に意識している方が綺麗な木にはなりやすいと思います。
はい、この辺だけなんですけども、他と比べていただいて結構差が出たのが分かっていただけるかなと。これ結構全部やっていったらかなり綺麗になります。無理やり今向きも揃えてやってますし、輪郭も揃えてやってるので、今このデコボコしてるのも不思議とね、こういう作業を繰り返していくと本当に結構綺麗になります。はい。でこの作業の注意点、ちょっと文章で説明いたしますと、来年の目切りに備えて葉や芽を減らしておく時期、だいたい11月から2月末ぐらいまでで、ただしその展示会などある場合は減らしすぎに注意ということで、なんでかいうと、その展示会なんかやっぱり結構派手な方が見栄えがするんで、これはあくまでその管理を第一とした今これ手入れなんですね。見せるという飾るという点ではちょっと例えばそうですね、11月の末に展示会があるんだったら、その手前で古葉と芽数をちょっと減らす程度で、改めてその展示会みたいなのがもうなくなってから、2月末頃にしっかりしたこういう手入れをしてやっておけば、その年のその芽切りはかなり元気な状態でできると思います。だからその盆栽もね、その管理ばっかりが盆栽でないんで、やっぱ時々は展示してね、きれいに展示して綺麗やなっていう時期もいると思うんで、だからもう私はもうただただもう盆栽の健康状態だけを気にするという方は、11月から2月末までの間、どこでもいいんですけど、その間でしっかりこうもさもさしてきた状態であれば、いらない葉っぱとかを取ってやっとけば、次の年とどんどん元気になっていきますんで、はい。これがそうですね、冬場の管理として大事な作業ということで、はい。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。